はい、哲也です。今日はね、ワクチン接種後もマスクは必要かというテーマでお話してみたいと思います。日本では今また新型コロナウイルスの感染が広がっていますよね。緊急事態宣言がこれまでの東京、沖縄に加えて新たに埼玉、千葉、神奈川、大阪に対しても発出されることになりました。東京オリンピックで日本人選手が大活躍して日本国民を喜ばせ鼓舞する裏でコロナ蔓延に伴う暗い影が忍び寄っているような、不気味な感じがしますよね。新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言は感染拡大やそれに伴う医療の逼迫を回避し、人々の命を守るためのやむを得ない措置とはいえですね、その社会全体に与える影響が極めて大きく、特に飲食店を経営する人々やその関係者などはこれからさらに厳しい試練が続きますよね。本当にお気の毒だと思いますし、国や地元自治体の支援の迅速化と拡充を切に望むところです。ところで今米国ではワクチン接種者のマスク着用問題が論争の的になっているのをご存知ですか？日本では屋外であっても普通にマスクをしている人がほとんどなんですけどね、米国ではマスクは病人がつけるものというイメージが強く、またそもそもマスクに感染防止効果がどれほどあるのかという点に疑問を持つ人も少なくないので、すでにワクチンを完全に接種し終えた人々は特に屋外ではマスクをしない傾向があるんですね。そのため米国からの動画を見ていると、ワクチン接種が進んだ今ではマスクをしていない人の割合がかなり高いことがわかります。そんな中、米 CDC 疾病対策予防センターは7月27日、感染が広がっている地域でワクチン接種を終えた人もマスクを着用するよう勧告しました。この勧告は米国社会に少なからずインパクトを与えたんですね。これまで CDC はワクチンを完全に接種し終えた人はマスク不要としていたんですよ。しかしいわゆる新型コロナウイルスのデルタ型、インド型とも言いますけどそのデルタ型というのがあまりにも感染力が強いことが分かって大幅に方向転換したということなんですよ。ただこの点に関してはこれまでその根拠はどこにあるんだとの批判も結構出ていたんですよね。そこでついにCDC はその根拠となる衝撃的な情報を公表したんです。それはマサチューセッツ州バーンスタブル郡で7月に発生したクラスターを分析した結果、感染者469人のうちなんとその74% がワクチン接種を完全に終えた人だったというんですよ。そう、ワクチンを2回とも打った人たちが 74% も占めたんですよ。つまり特にデルタ型ではワクチンを2回打ち終えた人でも容易に感染するということなんですね。それだけではありません。ここが重要なんですけれども、なんとデルタ型に感染したワクチン接種者からは未接種者と同等のウイルス量が確認されたことも判明したんですよ。わかります？つまりワクチンを打った人も打っていない人もこの新型コロナウイルスデルタ型にかかった場合には体内に存在するウイルス量がほとんど同じだったということなんです。つまり消されてないんですよね。少なくともデルタ型においてはワクチン接種者とワクチン未接種者との間に全くと言っていいほど差がなかったということですよね。よくワクチン接種者は未接種者よりもはるかに症状が軽く済むという話があるんですけども、今回の調査ではその症状の重篤性に関しては明らかにされていないんですよね。今後追跡調査が行われるのではないかと思うんですけども、ではワクチン接種者が感染した場合において人に感染させる力はどうかっていうことなんですけどこれもワクチン接種者と未接種者の間ではほとんど差がなかったそうなんです。
つまり少なくともデルタ型に関しては人に感染させないためにワクチンを接種するという論法は成り立たないというわけなんですね。この点に関して CDC のワレンスキー所長は次のような声明を出しました。ワクチンを接種し終えた感染者の体内のウイルス量の多さは感染力の強さを示唆している。他の変異ウイルスとは異なり、デルタ型に感染したワクチン接種者は他者に感染させる可能性があるとね。デルタ型は従来型に比べてあまりにも感染力が強いというわけなんです。米紙、これアメリカのね、新聞のワシントンポストなどの米国の主要メディアは CDC がまとめた内部資料の内容も報じていて、それによるとデルタ型は水疱瘡と同水準の強い感染力を持ち、一般的な風邪や季節性インフルエンザ、天然痘などに比べても感染力が強いとのことです。これが事実ならね、デルタ型はほぼ空気感染に近い感染力を持っていると見るべきかもしれませんね。これは非常に恐ろしいことです。そして基本的に感染力の強いウイルスが感染力の弱い、比較的弱いウイルスを駆逐する傾向がありますから、今後は米国のみならず日本でもね、従来型よりもデルタ型が主流になる可能性が高いと見るべきかもしれませんね。この感染力が強いと、感染力の弱いウイルスを駆逐するということとですね、もう一つね、これはあまり楽観してはいけないと思うんですけど、感染力が強いとそのウイルスの毒性は弱くなる傾向があるというんですね。ですからその死者とか重篤化する人はひょっとしたら減るのかもしれないですね。この辺はよく分かりません。ところでね、今回調査が行われたバーンスタブル郡での感染拡大の原因なんですけども、同郡では7月初旬、数千人が集まる大規模イベントが開催され、そこがクラスターになり、その後の感染拡大につながったと見られています。デルタ型の場合、これまで日本で言われてきたような、3密がね、たとえ重ならなくてもですよ、つまりたとえ1密であっても非常に危険だということなんでしょうね。ワクチン接種が進んだ米国では今、わざわざマスクをしなければならないのなら、何のために副反応などの危険性のあるワクチンを接種したのかわからないといった不満の声も上がっているようですよ。また2回接種では7ヶ月くらいしかその効力が持たないので、冬には3回目の接種が必要だとも言われています。そしてワクチン接種者に対するマスクの着用への要求もさらに強まってきそうですね。いずれにしても今後とも米国においてはワクチン完全接種後にもマスク着用を義務付けるべきかどうかという問題がね、様々な論争を呼びそうです。そしてこの問題は数ヶ月後に、米国同様にワクチン接種が進むと思われる日本でも起きる可能性がありますよね。日本人は米国人ほどマスク着用に抵抗を感じる人は多くないとは思うんですけどもね、それにしてもこの鬱陶しいマスク着用の時代はまだまだ続きそうですね。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。Good luck。 目覚めよ日本人。今回のようなお話に興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。